にちは。今回は当時マタンザブローは仮面ライダーになりたい第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。決して戦わないでください。これはフィクションです。戦うやついねえよ。ときメモの修学旅行のボスかな。そのテロップいる。新ワンパンマンすぎる。現実のクマはやばい。勝てるわけがない。爪がなきゃまあまあ戦えるのに、爪とパワーがとにかくヤバすぎる。あとの赤カブとか。クマの倒し方を教えてくれるアニメ。注意テロ来た。戦わないでください。ははーん、ギャグアニメだな。フィクションなの。なるほど、こうすればいいのか。40歳。ショッカーホラー必要ないじゃん。ショッカーよりクマの方が強くね。なるほど、クマには肘鉄か。なるほど。こいつが10人いれば猟友会いらんな。クマ出すのやめようぜ。人間が勝てるわけねえからな。まあギャグ漫画だとわかるが。堂島くんは平成入ってからの龍騎とかナブについてはどう思ってるんだろう。記憶にすらなさそう。放送されていない世界観かもしれない。世界観的にはバキとかの格闘漫画に近いと思った方が良さそうだな。だってよく猿だもの。エアマスターだな。アニメは原作の下手な感じがない。というか作者独特のクソでかい吹き出しがないとな。泣くなよ。仮面ライダーに憧れて。これ言ってるだろ。ビビってるみたいやん。ライダーなら変身ベルトをつけないと。よく見ろ。ちゃんと仮面ライダーに変身してるだろ。ヤクザの人ってやっぱり同級生なの。目の前の人ほぼ人類最強です。 CM で聞いたセリフ。どうせつまんないアニメだろうと思ってたけど、めっちゃいい作品だった。40歳のおっさんって実際はこのレベルの悲壮感出てしまうな。最近のおっさん主人公系なろうはうまく見せてる方ではあるよね。これ現代の話なのか。40歳ってライダーの世代じゃないだろ。原作は2018年から。リアタイで見て40歳なら2010年くらいになるんじゃないの。作がいいな。ワンパンマンではないか。なかなか新感覚で面白いな。1話のつかみバッチリだったなこれ。期待してなかったのに面白かった。予想以上に面白かったわ。これ東映とか石ノ森サイドよく許したな。他のがひどすぎたのか普通に楽しめた。子供の頃なりたかった何かになってくれてる。何十年経ったんだかな。タックルきた。おっぱいおっぱい。仮面ライダーってシャアと立場が似てるよね。なんで張り合ってる人がいるんですか。仮面ライダーになりたい人がいるならタックルになりたい人もいるだろうよ。かやの変な役ばかり多すぎだろ。タックル自体はストロンガーなのに。昭和生まれはぼちぼち就活の準備だからグダグダ言ってないで今を楽しめ。変なやつしかいねタックルは真っ青なのか。とても実況向けのアニメだ。あとはライダーマンのコスプレがいるんだっけ。ギャグアニメとしてはありかな。タックル原作よりはるかに可愛いな。お面だけの仮面ライダーなんて安野のウルトラマンだと素顔だったし。タックルが出てくる話はもう覚えてないな。令状が殴るやつよりこっちの方が殴った後の感じいいね。女で仮面ライダーがやるのキューティーハニーでいいやん。痛々しい人が増えていく。ダメな大人しか出てこない予感。もう秋アニメ派遣確定だわ。俺の中では。それに女どもはすっこんでろ。これは男のアニメだ。予告見る限りライダーマンも出てきそうだから。タックルやライダーマンに憧れるのは渋すぎる。電波人間タックルがどういう風になるかは楽しみ。タックルって何。ストロンガーの相棒で死にます。電波人間。ストロンガーに出てきた電波人間タックルってパンチラ要因。この作者って結構エロ入れてくるよな。エロく感じたこと一切ないわ。女の仮面ライダーっているのかな。全然詳しくないからわからん。いっぱいいるぞ。平成以降はいっぱいいる。今は割と普通に女の仮面ライダーもいる。ただし味方とは限らん。これはエロに期待していいんだよね。
女の子で昭和の仮面ライダーが好きだったやつなんておるんか。女性ファンが増え始めたのは平成ライダーからでは。普通の軽音部の JK 主人公が20年代じゃなく00年代ホーロックス期みたいなもんで、作者のおじさんが乗り移ってるのでは。南光太郎は出ないの？ワイはシャドウムーンに憧れてました。中村智也かっこいいよね。アニプレ枠はやっぱアニプレ参加スタジオやないときついかもしれん。ハイクオリティな作品が欲しいわ、この時間は。ようやく見れるアニメが来たな。完全なおっさんホイホイアニメだな。来週からうんちく多くなるぞ。RX 世代だけど、今考えたら怪人を剣で刺すシーンは物騒に見える。土曜は新規アニメを前半にまとめて再放送後回しにしてるからまだ偉い。いい話だったな。泣いてる理由感類だった。めっちゃ面白かったと言いづらい。でもめっちゃ面白かったわ。原作の良さを分かっている感じがした。藤岡さん連れてくる時点で本気が過ぎる。主人公のおじさんやばくない？やばくないとこありました。ライダーベルトしてるのでも描くのでもなく、描いてあるってのが怖い。こっこじゃないから本気だからが想像以上に良かった。主人公のおじさんライダー趣味隠してたら彼女できたと思うんだよな。今期アニプレの武闘派系アニメ、 40でグッズ処分とかいろんなオタクを指してそうな。ちなみに明日からウマ娘シンデレラグレイの2クール目始まるけど、そっちでも小西が演じる北原の年齢が40歳。原作2018年開始だから、そこから40年引くと割と昭和ライダーがっつり世代だ。これたこ焼き食いながら見たくなるな。たこ焼きが筋トレしてる。母ん深夜にたこ焼き食わすための飯テロエンディングだな。そんなに後々フィーチャーされないだろ、たこ焼き。タックル。えらくムチムチなタックル。太いね。よくさる的太さは抑え気味か。漫画より100倍美人やんけ。ダメな大人たちが集まってしまう。ちょっと待って、痛いやつ多くないか、この世界。エアマスターと81ダイバーとプリマックスとタニカメン呼んでこい。自分を電波人間タックルと思い込んでる異常者の女。これが仮面ライダースピリッツか。ゼブラーマンを思い出したのは俺だけか。池添監督でシリーズ構成町田さんか。商売ロックを思い出す。クランチロール入ってるってことはあっちでも本気でマーケティングするんか。そりゃ本気でマーベルヒーローになりたいやつと買いそうだしな。まあスーパーマンやバットマンになりたかったガチ勢は向こうの方が多そうだから、刺さる人には刺さるかな。仮面ライダーに憧れる40歳のおじさんの物語がスタート。第1話の完全再現や挿入歌劇版にもリスペクトが詰まりまくってて、本気で作っている信念を感じられる素晴らしい第1話だったな。面白い。一人だけリアリティが大きく違って、そこのズレから面白いセリフが出てくるの。サムライタイムスリッパーなんかとも共通のフィクションの構造なんだよね。すごい作品だ。なかなか偏り具合がすごかった1話だったな。当時間もだけどショッカー好きだから極道になったのもじわじわきたな。最後のカヤノンボイスの女の人の偏り具合も楽しみだ。昨今問題になってるクマと素手で戦える時点で仮面ライダーじゃなくても十分化け物です。そんな40歳になっても仮面ライダーになることを諦めきれない男の本気の仮面ライダーごっこに何とも言えない悲哀を感じました。漫画のほとばしる熱さはそのままに、映像や音楽で仮面ライダー要素もりもりになって、ここまで石森プロ大協力の作品作れたの、よくさる先生も制作委員会もすごいな。続きも楽しみ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。